こんにちは、もずくです。今回はハートピアスローライフで建築をしていきます。今、僅差の流営というガチャが出ているんですけど、これがすっごく可愛くて自分の好みなので、このガチャアイテムを使用して家を1軒建てたいと思います。テーマは草原に立つモロッカンなレストランです。それでは早速始めていきます。どうぞ。今回は底上げをしてから家を建てます。なので最初に低い壁を伸ばして広さを決め、そこに階段を設置し、床を広げて奥行きを決めました。そして家はさらに低い壁分上に建てたいので、7マス後ろからまた底上げをします。では土台が完成したので家を建てていきます。正面にウッドデッキを作りたいので、低い壁で土台を作ります。次にウッドデッキ分残し、低い壁と腰壁を使って家の壁を作ります。左右と後ろも壁を作っていきます。長方形の建物ができたら、左側2マス残し玄関周りを作っていきます。低い壁と床を重ね屋根を作りました。屋根から延長させ、低い壁を後ろ側まで伸ばします。では装飾を加えます。玄関のドアはこちら。ドアの周りにアーチがくっついていてすごく可愛いです。そのおかげでこのドアを設置するだけでのっぺりさが一気になくなります。そして左右を支柱で立体感を出し、横に天蓋付き出窓を設置します。これも最初からソファーがセットになっていてめちゃくちゃ可愛いです。ファンタジー寄りなデザインが刺さりまくってます。次にスノーシーズンアイテムの冬の支柱を角に設置。屋根に壁装飾とドリームライトアイテムの日よけシェードで立体感を出します。ドア前には森林ガチャのラグ、今回のガチャの壺飾り、天井に森林ガチャの照明セットと今回のガチャの吊り下げライトを設置します。次にウッドデッキを今回のガチャの手すりで囲い、壁装飾を建物一周設置します。今回は2階建てを作るんですけど、正直このまま1階だけでも十分可愛いです。次に残していた左側の壁に今回のガチャのとんがりアーチ門を設置していきます。そして支柱と角柱で立体感を出しました。次に屋根を設置します。メインの建物にくっついている感じを表したかったので、左側は2階を作らずに屋根にしました。では2階を作ります。1マス後ろから腰壁を使って壁を作っていきます。天井は1階の屋根に合わせて設置しました。2階の屋根は2つに分けて設置します。煙突も設置し、こんな感じです。では装飾を加えていきます。窓は今回のガチャのとんがりアーチ窓を3つ設置します。壁と窓周りでデザインを変えられるので、簡単に情報量が増やせて助かります。ベランダは原木杭の柵でくどくなりすぎないようにしました。そして今回のガチャアイテムで軽く飾り付けます。ということで正面は完成です。次は左右と裏を順番に作っていきます。右側はまだスペースが空いているので、さらに建物をくっつけます。この時にメインの建物と
壁の位置を揃えずに作ると立体感や建物の満足感が出せるのでおすすめです。メインの建物とペンキを変えて壁を作っていきます。屋根はメインの屋根に重ねます。次にもう一つ建物をくっつけます。今度は2階部分だけに作り、出窓のようなものを作ってみました。では窓を設置していきます。縦長の建物には今回のガチャの壁掛け灯を設置しました。では裏面も飾り付けます。窓は側面とは違うものを設置し、1階には裏口を作ります。そして裏にもウッドデッキを作っていきます。横には今回のガチャの扇形バルコニーを設置しました。最後は左側です。2階が物足りないので壁に穴を開けて窓を作ります。窓の縁は壁装飾と角柱でしっかり囲って装飾を加えたら、これで外観は完成です。次はお庭を作ります。まず最初に今回のガチャの塀で全体を囲います。柵と違って高さを変えられるのですごく使いやすいです。高さは波打つように設置していき、動きをつけました。次は通路以外をわさわさにしていきます。森林ガチャの低木の上の部分だけを使いたいので床の下に設置します。時々向きを変えると自然な生え方になります。通路沿いは直線にならないように設置していくのがポイントです。次はドリームライトアイテムの野花の茂みを床に敷き詰めていきます。持っていない方は芝生のペンキで代用してみてください。そして草むらでなじませます。わさわさの中には今回のガチャの天幕を忍ばせておきました。次は2段目を作っていきます。ウッドデッキの端に今回のガチャのテントとテーブルを設置し、右側にはプールを設置して小さな池を作ります。そして縁は低木を植えてなじませました。ところどころ1段下げて植えます。これでさりげなく見える池になりました。では2段目にも野花の茂みを敷き詰めていきます。次は木を植えます。今回はテーマに合わせて白を植えました。次は草むらをところどころ植えていきます。角や壁沿いなどに植えるとリアリティが出ておすすめです。では次は庭の入り口を飾ります。今回のガチャのサボテンをところどころ置き、端に不思議なお茶会ガチャの道路標識、そして草むらでなじませたらお庭は完成です。では次は間取りを決めていきます。最初に壁を塗り替えます。
一部濃い色を入れるとメリハリがつくのでおすすめです。では間取りです。間取りを考えるときは、画角に映るときに圧迫感がないかと、どの場所を見せたいか、どの位置から見たいかです。今回だとこのくらいの画角が一番よく見渡せるので、これを基準に考えます。まず奥の小さなスペースが可愛くなりそうなので、その場所は隠したくないです。2階につながる階段も設置したいんですけど、窓やドアが多めなのでなるべく避けて設置します。かぶっても邪魔にならなさそうな場所となると、左のバルコニー沿いになるので、ここに階段を設置することにしました。天井は広めに穴を開けて吹き抜けにします。2階は左に作った窓周りが気になるので、裏側からも壁装飾を設置し、飛び出た屋根は一旦低木でなじませました。そして吹き抜け周りは森林ガチャの手すりを設置し、2階の壁も塗り替えていきます。吹き抜けの天井には今回のガチャのシャンデリアを設置しておきました。では次は奥のスペースを作ります。今回のガチャのペンキで床を変え、寄せ木チェストでカウンターを作ります。ところどころ引き出しを見せて変化をつけました。そして寄せ木クローゼットと寄せ木仕切り壁を設置し、低い壁で入り口を作ります。そこに壁装飾と角に支柱、壁掛け灯で立体感を出したら、これで間取りは完成です。参考に作ってくれる方は、あとはお好みで家具を飾ってみてください。いかがでしたでしょうか。今回は新ガチャアイテムを使って建築をしてみました。課金アイテムなのでなかなか参考にするのは難しいかもなんですけど、建物の形は無課金の建材だけで作ったとしても立体感が出せるかと思うので、ぜひ参考にしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。